体の中に心臓がない大男。昔々、あるところに王様がいて、7人の息子がいた。王様は息子たちを大層可愛がっていたので、全員が一度にいなくなるのは耐えられなかった。必ず一人はそばに置いておきたかったのだ。さて、息子たちが大きくなると、6人は花嫁探しの旅に出ることになったが、末の息子だけは王様が手元に残し、兄たちが旅先から末っ子のための姫を連れ帰ることになっていた。王様は6人にこの世で見たこともないほど立派な衣装を与えた。あまりに立派で、遥か遠くからでもピカピカ光って見えるほどだった。馬もそれぞれ1頭ずつ、何百ポンドもする名馬を与えた。こうして6人は出発した。さて、あちこちの宮殿を回り、大勢の姫を見た末、とうとう6人の娘を持つ王様のところにたどり着いた。それは美しい王女たちで、6人の王子はこれまでこれほど美しい姫を見たことがなかった。そこでそれぞれが一人ずつ求婚して恋人に定め、いよいよ帰路に着いた。ところが、家に残っている弟のブーツのために花嫁を連れ帰るという約束をすっかり忘れてしまっていた。自分たちの恋人に夢中で頭がいっぱいだったのだ。さて、だいぶ道を進んだところで、壁のように切り立った険しい山のそばを通りかかった。大男の家があるところだ。すると大男が出てきて、一行をじろりと睨みつけると、王子も姫もみんなまとめて石に変えてしまった。王様は6人の息子の帰りを待って待ち続けたが、待てば待つほど帰ってこない。とうとうひどく嘆き悲しんで、もう二度と喜びを知ることはあるまいと言った。お前まで残っていなかったら、と王様は末っ子のブーツに言った。もう生きてはいられなかっただろう。兄たちを失った悲しみで胸が張り裂けそうなのだから。それなのですが、父上。とブーツは言った。兄たちを探しに出かけるお許しをいただきたいのです。ずっとそのことを考えていました。ダメだ、ダメだ。と王様は言った。そんな許しは絶対にやれん。お前までいなくなってしまうだろう。けれどもブーツは決心していた。どうしても行くのだと。頼みに頼んで頼み続けたので、とうとう王様も行かせるしかなくなった。さて、6人の兄と従者たちが馬を残らず連れて行ってしまったので、王様がブーツに与えられるのはよぼよぼの老いぼれ馬一頭きりだった。けれどもブーツはそんなことは気にも留めず、ひよいとそのみすぼらしい色乳にまたなった。では行ってまいります、父上。とブーツは言った。必ず帰ってきます。ご心配なく。うまくいけば6人の兄たちも連れて帰りますよ。そう言ってブーツは馬を走らせた。しばらく行くと道に渡りガラスが一羽うずくまっていた。翼をバタバタさせているが、道を避けることもできないほど腹を空かせていた。ねえ、お友達。と渡りガラスが言った。ほんの少しでいいから食べ物をくれ。いつかきっと一番困った時に助けてあげるから。食べ物はあまり持っていないし。と王子は言った。お前に助けてもらえるとも思えないが、まあ少しくらいなら分けてやれる。見るからに腹を空かせているからな。そう言って持ってきた食べ物のいくばくかを渡りガラスに与えた。さらにしばらく進むと小川に差し掛かった。小川の中に大きな鮭が一匹いたが、浅瀬に乗り上げてバタバタともがいており、水に戻れずにいた。ねえ、お友達。と鮭が王子に言った。水の中に押し戻してくれ。いつかきっと一番困った時に助けてあげるから。お前に助けてもらっても大した助けにはなるまいが。と王子は言った。でもそこで干からびて死ぬのはかわいそうだ。そう言ってパッと魚を水の中に放り込んでやった。それから遠い道のりを歩いていくと狼に出くわした。腹を空かせすぎてヘロヘロになり、腹ばいになって道を張っていた。なあ友達よ、お前の馬をくれないか。と狼が言った。腹が空いてあばら骨の間を風がピューピュー通り抜けるありさまだ。もう2年も何も食べていないんだ。いやいや、それは困る。とブーツは言った。まず渡りガラスに出くわして食べ物をやらされた。次に鮭に出くわして水に戻してやった。それで今度はお前に馬をくれだと。そんなことはできないよ。馬がなくなったら乗るものがなくなってしまう。なあ友達よ、助けてくれよ。と狼のハイヤシが言った。お前さんは俺の背中に乗ればいい。いつかきっと一番困った時に助けてやるから。お前に助けてもらっても大した助けにはなるまいな。と王子は言った。でもまあ、そこまで困っているなら馬をやろう。狼が馬を食べてしまうと、ブーツは靴輪を外して狼の顎にはめ、蔵を背中に乗せた。腹いっぱい食べた狼はすっかり元気になって、
王子を乗せてまるで風のように走り出した。こんなに速く走ったことは今まで一度もなかった。もう少し行ったらとハイヤシが言った。大男の家を見せてやろそうしてしばらく行くと、その場所に着いた。う。ほら、あれが大男の家だ。と狼は言った。そしてほら、あそこにいるのがお前の6人の兄たち。大男に石にされてしまった。それからそばにいるのが6人の母嫁だ。向こうに見えるのが戸口で、あの戸口から入るんだ。いやいや、中に入る勇気はないよ。と王子は言った。命を取られてしまう。大丈夫だ。と狼は言った。中に入れば姫がいる。その姫が大男をやっつける方法を教えてくれる。姫の言う通りに姿勢すればいいのだ。さて、ブーツは中に入ったが、正直なところ恐ろしくてたまらなかった。大男はちょうど出かけていて、部屋の一つに姫が一人座っていた。狼の言った通りだった。ブーツがこれまで見たこともないほど美しい姫だった。まあ、なんということ。どこから来たのですか？と姫はブーツの姿を見ていた。きっと殺されてしまいますよ。ここに住んでいる大男は誰にも倒せません。体の中に心臓がないのですから。まあまあ、とブーツは言った。ここまで来たからにはやれるだけやってみよう。外で石にされている6人の兄たちを助け出したいし、あなたのことだって助けてみせる。どうしてもというなら仕方ありません。と姫は言った。なんとか手を考えましょう。さあ、あちらのベッドの下に潜り込んで、大男と私が話すのをよく聞いていてください。ただし、ネズミみたいに静かにしているのですよ。そこでブーツはベッドの下に潜り込んだ。潜り込んだ途端、大男が帰ってきた。青手、と大男が吠えた。人間の匂いがするぞ。そうでしょうとも。と姫は言った。さっきカササギが人間の骨をくわえて飛んできて、煙突から落としたんです。急いで取り出しましたけれど、いくらやっても匂いはすぐには消えませんもの。大男はそれ以上何も言わなかった。夜になって二人は寝た。しばらくしてから姫がこう言った。ずっとお聞きしたいことがあるのですけれど、聞いてもいいかしら。何のことだ？と大男が聞いた。心臓を体の中に持っていないのだとしたら、どこにしまってあるのですか？と姫は言った。そんなことはお前が聞くことではない。だがどうしても知りたいのなら、戸口の敷居の下に入れてある。と大男は言った。ほうほう。とベッドの下でブーツは一人落ちた。それなら見つけるのはわけないぞ。翌朝、大男はひどく早く起きて、ずんずん森へ出かけていった。大男が出ていくやいなや、ブーツと姫は心臓を探して戸口の敷居の下を掘り始めた。ところが掘っても掘っても探しても探しても見つからなかった。今回は騙されましたね。と姫は言った。でも、もう一度試してみましょう。姫は見つけられる限りの綺麗な花を摘んできて、元通りに戻した敷居の上に撒き散らした。大男が帰ってくる時間になると、ブーツはまたベッドの下に潜った。潜った途端、大男が帰ってきた。なんということだ。人間の匂いがするぞ。そうでしょうとも。と姫は言った。さっきカササギが人間の骨をくわえてきて、煙突から落としたんです。急いで取り出しましたけれど、きっとその匂いですわ。大男はそれで黙った。しばらくすると敷居の上に花が撒いてあるのに気づいて、誰がやったのかと聞いた。私ですわ。もちろん。と姫は答えた。一体どういうつもりだ？と大男は聞いた。だって、と姫は言った。あなたのことが好きだから、心臓がそこに入っていると知ったら、花を飾らずにはいられなかったんですもの。おお、そうかい。と大男は言った。だがな、実はそこには入っていないのだ。その夜また寝るときに、姫は大男にもう一度心臓のありかを聞いた。どうしても知りたいのだと。と大男は言った。そんなに知りたいのなら教えてやろう。向こうの壁の戸棚の中だ。なるほど。それなら見つけられるぞ。とブーツと姫は思った。翌朝も大男は早くに出かけて、ずんずん森へ行ってしまった。出て行くやいなや、ブーツと姫は戸棚の中を探し回ったが、探せば探すほど見つからなかった。仕方ない。と姫は言った。もう一度だけ試してみましょう。姫は花や花輪で戸棚をきれいに飾り立てた。大男が帰ってくる時間になると、
ブーツはまたベッドの下に潜った。すると小男が帰ってきた。くんなんということだ。人間の匂いがするぞ。そうでしょうとも。と姫は言った。ちょっと前にカササギが人間の骨をくわえてきて煙突から落としたのです。急いで外に出しましたけれど、きっとその匂いですわ。大男はそれを聞くと黙ったが、しばらくすると戸棚が花や花輪できれいに飾ってあるのに気づいて、誰がやったのかと聞いた。姫に決まっているではないか。一体この馬鹿げた飾り付けはどういうつもりだ？と大男が聞いた。だってあなたの心臓がそこに入っていると知ったら飾らずにはいられなかったんですもの。と姫は言った。そんなことを信じるなんて、お前もずいぶん間抜けだな。と大男は言った。だってあなたはそう言ったんですもの。信じないわけにはいかないでしょ。と姫は言った。馬長め、と大男は言った。わしの心臓があるところへはお前には到底行けんよ。でもと姫は言った。それでもやっぱり本当のありかを知りたいのですわ。すると気の毒な大男はとうとうこらえきれなくなって白状するしかなかった。遠い遠い湖の中に島がある。その島に教会が建っている。その教会の中に泉がある。その泉の中にアヒルが泳いでいる。そのアヒルの中に卵がある。そしてその卵の中にわしの心臓が入っておるのだ。翌朝まだ薄暗いうちに大男はずんずん森へ出かけていった。ブーツは姫に長い長い別れを告げて大男の家の戸口を出ると、そこに狼が待っていた。ブーツは家の中で起きたことをすっかり話し、教会の泉のところへ行きたいのだが道がわからないと言った。狼は背中に乗れ、すぐに見つけてやると言った。二人は飛ぶように走り出した。風が後ろからビュービューと追いかけてくるほどの速さで、生垣を越え、野原を越え、丘を越え、谷を越えていった。何日も何日も走り続けて、とうとう湖にたどり着いた。王子はどうやって向こう岸に渡ればよいかわからなかったが、狼は怖がらずにしっかり捕まっていろと言い、王子を乗せたまま湖に飛び込んで泳いで島に渡った。こうして教会にたどり着いたが、鍵が塔のてっぺんの高い高いところにかかっていて、とても手が届かない。渡りガラスを呼ぶのだ。と狼が言った。王子が渡りガラスを呼ぶと、たちまち渡りガラスが飛んできて、塔のてっぺんまで飛び上がり、鍵をくわえて降りてきた。こうして王子は教会の中に入った。泉のところへ行くと、大男が言った通りアヒルが一羽ぷかぷかと泳いでいた。王子はアヒルをおびき寄せて手で捕まえた。ところが水から持ち上げた途端、アヒルが卵を泉の中にポトリと落としてしまった。ブーツはどうやって卵を取り戻したらよいか途方に暮れた。鮭を呼ぶのだ。と狼が言った。王子が鮭を呼ぶと、鮭がやってきて泉の底から卵をくわえて持ってきてくれた。それから狼は卵を握りつぶせと言った。握りつぶした途端、大男がギャーッと叫んだ。もっと握れ。と狼が言った。王子がそうすると、大男はさらに哀れな声で叫び、どうか助けてくれ。王子の望みは何でも叶えるから、心臓を二つに割るのだけはやめてくれと泣いて頼んだ。大男に言え、石に変えた6人の兄とその花嫁を元に戻したら命は助けてやると。と狼が言った。大男はそうすると約束し、6人の兄を王子に、花嫁を王女に戻した。さあ、卵を2つに割れ。と狼が言った。ブーツが卵を握りつぶすと、大男はそのまま破裂してしまった。こうして大男を片付けると、ブーツは狼に乗って大男の家に戻った。6人の兄が母嫁と共に元気に立っていた。それからブーツは山の中に入って自分の母嫁を連れ出し、一行は揃って父の王様の城へと帰っていった。7人の息子が花嫁を1人ずつ連れて帰ってくるのを見た王様の喜びようと言ったら、想像するまでもないだろう。だが7人の中で一番美しい花嫁はブーツの花嫁だ。と王様は言った。ブーツが上座に座り、花嫁がその傍らに座るのだ。こうして盛大な婚礼の宴が開かれた。楽しい宴は声高く、いつまでもいつまでも続いた。もしまだ食べ終わっていなければ、きっと今も続いていることだろう。